き待て出てこい出てこいしつこいな。マーヤドロイドまだ追いかけてくる。最初の大群はうまく負けたと思ったんだけど、さすがにもう体力の限界かも。同じくコールドスリープ明けのダッシュはしんどいね。あの瓦礫の影に隠れよう。あそこならやり過ごせるかも。さき出てこい。抹殺対象消失。捜索モードに移行。周囲の捜索を開始する。言ったみたい。もう大丈夫そうだね。はあ、疲れた。あれ、こっちの方に道が続いてるみたいだ。ちょっと進んでみようか。ここってもしかして陰キャ男子の兄とドライな妹。義妹生活。私たちの家の近所だよね。っていうか、そもそもなんで崩壊してないの？なんか書いてある。環境保護機能試験区域だって。じゃあこの一帯は崩壊しないようずっと人為的に保護されてきたってこと？かもしれない。俺たちが目を覚ますことを見越して保護されていたのかな。だとしたらもしかして残っているのかも。私たちの家も行ってみよう。あった家そのまま残ってた。中入ってみるよ。あれ？なんかリビングに変な機械が置いてある。なんだろう。かなり大きな装置だね。まさかマーヤドロイド対策の爆弾だったりしないよね。ちょっと怖いこと言わないでよ。うかつに調べられなくなっちゃったじゃん。ここまで来ると慎重になるに越したことはないでしょう。それはそうだろうけど、慎重になるだけじゃ生き残るのは難しいと思う。そもそもまだ食料も飲み水も見つけられていないんだよ。確かに。でも探そうにも外はマヤドロイドが徘徊しているし、捕まる危険を考えたらそれこそうかつに行動できないよ。じゃあ何もせずに隠れていたら解決するの？違うよね。だったらごめん、お腹が空いてちょっと苛立っちゃったのかも。俺の方こそごめん。状況が状況だからさ、さすがに怖くて。外にはマーヤドロイドの大群。今のところ食べ物は見つかってなくて絶望的。本当に人類は滅亡したんだよね。これからどうしたらいいんだろう。決めた。危険を覚悟でこの装置を調べてみようか。何かわかるかもしれないし。でももし浅村くんの言う通り爆弾とかだったら。その時はその時だよ。それにこのまま何もしないわけにはいかないから、危険を承知でも状況を変えるために踏み込んでみないとでしょ。浅村くんありがとう。私も手伝うよ。何か動き出したぞ。イエスオアノーか。選ぶのは当然イエスだ。よう浅村、やっとお目覚めか。ここに準備しておいて正解だったな。マル。じゃあこの装置マルが準備したものだったのか。ああ、マーヤドロイドの目を盗むのは大変だったんだ。二人もあれから逃げてきたんだろ。ええ。ってあれ？会話が成立してる。マルくんもしかして生きてるの？その時代でもその世界線でもないがな。そこから二人を助けるために通信している。この装置は簡易的なタイムマシーンだ。これを使えば300年前の世界に戻れる。本当に？でもなんでマルがわざわざこんな装置の準備を？クソったれな未来を変えるための仕込みだ。どうしても必要な工程だったんだよ。二人がコールドスリープしてその時代で目を覚まし過去に帰る一連の流れがな。どういうことそれ？
全然話が理解できないんだけど。細かい話は気にするな。とにかく元の時代に帰れば未来は変わる。だから行け。マル君。わかった。マルの言うこと信じるよ。行こう、綾瀬さん。早くしないと。さきみつけた動くな。まずい、マーヤドロイドが。慌てるな。こっちの準備はできてる。エンターキーを押せ。よし、行くよ、綾瀬さん。捕まって。あとは頼んだぞ、浅村、綾瀬。未来は2人が変えるんだ。抹殺対象消失高エネルギー反応を検知解析開始。させるかよ。マーヤネットワークに技術を盗まれるぐらいなら共に散れ。チャンネル登録、Twitter のフォローをよろしくね。小説版義妹生活発売中です。おまけっていう夢を見たんだけどさ、なんかすごくリアルだったな。実は私も似たような夢を見たんだよね。偶然だとは思うんだけど。だよね。コールドスリープから目覚めて未来から帰ってくるなんて映画の見過ぎかな。次のニュースです。本日未明、〇〇国で建設中だった大規模無人工場が正式に稼働を始めました。この工場は大規模ネットワークと AI の統括によって効率的な大量生産が可能になるとして注目されていました。しかし地域住民をはじめ依然として稼働反対の声は多く、強引な進め方に対する政府への疑念はますます深まる一方で